もう何も考えずに撮り始めることが増えちゃったね。はい、だいぶ時間空いちゃったんですけど、今日はチャプターズが始めた新事業の話をちょっとしようかなと思っております。もうだいぶ空きましたね。4月、いや頭にローンチしたけど5月からお届けしてるんだ。そうです。そうだ。ということで遅まきながらチャプターズ選書マイスター養成講座始まりました。イエーイ大きい声を出しとこうと思って。これはですね、チャプターズって、選書専門書店としてオンラインで本を通じて人と出会う、でその本にかなり厚みを置いてね、ご存知の通りやってるんですけど、なんか本当に結構出会ってんだよね、チャプターズは今みんなね。そうですね。マッチングの数どんどん増えてて、マッチングアプリは苦手だけどチャプターズならみたいな、使ってほしい人が増えている。ただ選書だけの人が後を絶たない。なんでなんですかね。同じ金額払ってんのにね。いや本当になんか申し訳ないなと思いながら、だからこそ私たちも気を抜けない中で選書やってたら、この選書がもしかしたら皆様の価値になるかもしれないというので始めたのがこの選書マイスター養成講座です。はい。でなんかちょっと概要から説明すると、誰でも最短3ヶ月で、私たちがこう選書をこの市ヶ谷のお店ではお客様の10分ヒアリングをして、で5冊の本をお届けするっていうパーソナル選書っていうプランをやってるんですけど、それができるようになるっていう講座になってます。でやっぱりこうチャプターズの本、これまで200冊以上もう選書してるんですけど、読んだ本でいくともう1000はくだらないね。多分触れた本は1000冊をくだらなくて、久しぶりに読書をする方の間違いのない一冊になりたい、こう誰かのトラウマを引き起こさず強い性描写がない100ページで没頭できるぐらいの面白さ、教養としても読む価値がある本みたいなチャプターズの結構選書って体系だってきたんで、その本を読んできたこの200冊の選書はきっと価値があるだろうと思い、その中からまた久しぶりに本を読む人に全ジャンルを網羅し、本を好きになってもらって読書の言語化が上手くなるためにはということで30冊ぐっと選書を詰めたのがこの選書マイスター養成講座になってます。で初級はこのテキストブックが届いて、これもね作ったんですよ。わわわわわわわと。これが届いて座学で勉強して、で丸抜クイズみたいなのをポチポチ答えたらもう初級すぐ取れるよね。1時間ぐらいで取れて、で中級はその選書リスト20冊で、上級は30作品全てにそれも解説動画がついてるんで全部を見るという形で、上級までいくと晴れて合格すると選書マイスター養成講座のこの会員証がもらえて、あなたも自分で副業だったり人に選書をするっていうね、おすすめできるよっていうプランになってます。はい。でどうなんだっけ、これ始めてみて。どんどんご登録いただいてて、相変わらず発送私がやってるんですけど。そうだ、これはオフィスからにしたんだね。そうです。もう毎週ね、まだ来てくれる、嬉しいよね。ありがたいなっていう。しかもカフェにそのパーソナル選書をしに来てくださるお客様の中に、実は選書マイスター受講しててっていう方も結構増えてきてて、それこそこう選書リストを印刷して、今こんぐらい読んでるんですというお話もしたことが。そうなんで、そろそろ皆さんね、こう上級のテストとかが始まってきたりするのかなって思うとすっごい楽しみ。確かに私もこの間この市ヶ谷の店に来てくださった方が、もう選書マイスター上級やってるんだけど、もう自分ができるようになると思えなくて、一回受けに来ましたって言ってくれて、なんか私も緊張しちゃった。教えなきゃいけないと思って、でもすごい感動して帰ってくれて、やっぱり頑張りますとか言ってくれたので嬉しかったかな。本当にこれは打ち合わせをいっぱいして作ったっていうよりは、もうとにかくいい本を進めたいっていう、もう不格好に走り出した中で、これもしかしてちょっと体系化できるかもって言って質問事項を決めたりとか、こういう本にはこういう傾向の人が似合うみたいなことが結構当たってくなっていうことが、やる中で気づいたりとかしていった、本当にこの講座を作るためにやったわけじゃないパーソナル選書っていうプランだったので、ここまで落とし込めて逆にびっくり。でも本当最初の頃とか心のお天気だけ聞こうみたいなぐらいでしたね。そうだよね。チャプターズって、今の心のお天気はって聞いてから選書をしてるんですけど、晴れって言われたら、ちょっと元気な本、で落ち込んでるって言われたらもうその悩みに寄り添う本みたいなことでやってたら、やっぱりもっともっと聞かせてもらえるともっともっといい選書ができることが分かったので、今まで1年間でこのお店でね300人ぐらいやったんですよ、2人で。しましたね。多い時は1日10人やったね、大阪ね。はい、喉をくつくつ懐かしいとかでやってて、すごい
やっぱ喋るのが上手くなってくると、こっちも楽しいんだよね、選手マイスターって。今刺さったでしょみたいな感じになってきます。あの本買いましたとか買いますとか言われるのすごい嬉しくて、この自分の本好きが結構報われる瞬間がたくさんあるので、それをなんか皆さんにも経験してほしいなと思って講座を始めました。でなんか一応私は先生という立場で本当に先生になるつもりもなく、このアセットをどうやったら皆さんに渡せるかっていうのをね、試行錯誤で考えながら動画を30本撮りました。はい、もうすごかった、本当にすごかったんですから、ここにねずっと毎晩遅くもう半手差だったよね。すっごい遅くまで撮ってたわ。撮りながらたまに宅急便とか来たりして、あ、今じゃないとか懐かしい、そうだしてたり、あれ私見て思ったのは、同じ本ずっとこう一緒に読んできたじゃないですか、3年。意外とこう作品に対する感想が、あ、萌野さんはこう感じてたんだっていう、違うのもあった。結構視野が広がる感じがすっごい楽しくて、なんかこう本のまた違う楽しさも知れたし、やっぱりこう私はじゃあこう紹介するときはこう紹介するけど、萌野さんだったらこう紹介するんだっていう、こう読書のさっき言語化っておっしゃってたのがこうもっと膨らんだ感じがすっごいいいなって思いました。よかった。確かに自分と違うところも面白いかもしれないね。面白いです。それこそ選書マイスター受講してるんですって来てくれるお客様の中には、こう副業前提っていうよりかは自分が本好きだ、だけどこの本のどこが好きなのか感想がうまく言えないから始めてみたって方も結構いらっしゃって、そうもうまさにですって言って、そうで動画見て、あ、確かに私が言いたかったことこれってなってるっていう風にこう聞くと、本当に始めてみてよかったなって思いますね。私10時間喋り続けてるので、途中髪型が変わったりとか長袖が半袖になったりとか、あ、この日頑張ったんだなとか分かるかもしれない。そう4ヶ月かな、取りためて、もう半年か試行錯誤を重ねた意味ではやって、最後間に合わずちょっとパリで撮ったやつもあったりして、なんかたまたまラブストーリー3本はパリで撮って、ロマンチックだからいいやもうこれはパリで撮りますみたいなこともやって、背景がちょっと変わるのもあるんですけど、その辺の私のこの半年間も一緒に時間過ごしてもらえたら嬉しいなと思ってます。あとはやっぱ30冊をもう絶対読了してくださいっていう風に伝えてます、皆さんに。で、つまんなくても悪口言うなら読み切んなきゃいけないから、でこの選書リストを作るのにものすごく意味があるので、ちゃんと読んで、あ、自分には合わないけれど、こういう人のこういう気持ちにはこれが刺さるんだみたいなことを、かなりその300人のデータと私たちの4年のアセットを入れているので、そこまで触れる意味で、強制的な読書ってさ、もう大人になってしないじゃない。それも楽しんでほしい。言ってた、なんか選書マイスター取った1人目の、うちのもうスタッフで手伝ってくれてる高秀さんって男の子がいるんだけど、すごいつまんないのが2作品ぐらいあって本当に読書が進まなかったですって言ってて、ただ出会えてよかった、なんかファンタジーこんな俺好きだと思わなかったって言って、結構ファンタジーとか SF の方にハマってったみたいなことはすごいいい経験だったって言ってたんで、会いたい高秀さん、なんか30冊全部同じ本読んでるっていうさ、この関係値もすごい前進するよね。だから友達とやるのとか会社の同僚でやるのとかも楽しいかも。で、本全部買わなきゃいけないので回し読みもできるしね。あとはよく図書館に来てる斜め前のおじいさんとかに一緒にやりませんかみたいなロマンチック。みんなで受講すると結構こう刺激になるかもね。これは勝手な願望なんですけど、上級を取った人はもうくまなく友達よ。だって30作品読んでくれてるからね、一緒に。でいくと、なんかゆくゆくはその上級達成者のコミュニティを、LINE グループなりメッセンジャーグループなら分かんないけど作って、なんかこんな本いいよとか、選書マイスター目線で進め合うようなコミュニティも作りたいなとか、忘年会やりたいんだよね今年。いいですね。ここでみんな同じ本読んでるから、であの本好きだったとか、あと逆に選書マイスターを終えて自分はこのジャンルが好きだから、ここに特化した選書マイスターになりますとかで情報交換したりとかしてくれたら、私も本当友達欲しいなと思ってだから高秀さんとかはさ、読んでるからすごいスルッと入ってきて、今会社ちょっと読書会とかね進行をお手伝いしてもらったりしてて、選書マイスター取った人本当うちの会社も手伝ってほしいぐらい、どんどん一日店長とかねやってほしいし、お店立ってほしいし、私にも選書してほしいし、教えてほしいし、夢は広がるばかり。地方にね、チャイと選書第2号店作ってもいいしね。出張先ができる。いいよね。ココアと選書とかにしてね。やっぱ C がやっぱね、やっぱ C 大事かな。そういう私たち自身の夢も膨らむようなプランになって作ってます。まあ大変だった。
でもさ大変だったこと忘れちゃうのよね私、だからもう忘れちゃった。じゃあ次ですかね、またなんかまた新しいことをやらなきゃいけないなと最近は思ってますけど、でも本当になんかこれで副業を始める洗車マイスターとして名乗ると20分で終わるんですよ洗車って。だからそれが1650円税込みでいくなら3人やったらもうマックス時給4500円ぐらいの副業になるんだよね。それを月1イベントで回して本当超疲れちゃうけど10人とかやったら、まあそこそこいい副業だよね。いいと思います。なんかイベントとしてもすごいブースのね華やぎがあるし、喋ると楽しいし、これさ高校の文化祭とかも楽しいかもね。ね、高校とか大学の出店とかでも一人できたらさもうコンテンツできるから、俗人化のコンテンツが。いや本ってね結局ね俗人化が大事よ。いやそうですね、やっぱりどんなにこうネット記事でおすすめの本見ようがやっぱこう面白いって思った人の熱量込みで声で直接勧められるのって全然違うなって思いますね。この本読んでっていう風な興奮と一緒に伝えてもらえる本以上の価値が私は今のところ分からなくて、それを伝えてくれる人が一人が一人に、そしてその一人が一人にみたいな本の世界のささやかな広げ方をしていきたいと思っているので、副業興味ある方もだし、本の言語化が上手くなりたい、自分の感想を伝えるのが上手くなりたい人もすごいおすすめ。あと本当さっき言ったけど高校生大学生の文化祭授業いいと思います。ちょっと高いかもしれないけどいい習い事、マルシェとかでもいいですよね。そうね、本気の習い事として大人たちが楽しんでもらえるものになればいいなと思っています。ちなみにななみちゃんは洗車マイスターのリストの中ではどの本が一番好きですか？選べない選べます？でもやっぱり特別好きな本と、これは教養のために読んどいてよかったなっていう本があったなって気がする。私でも上級の本がやっぱりこう推したちがたくさんいるから、ぜひ上級まで行ってほしい。そうだね、なんか初級は結構こういう本の読み進め方するんだなとか、結構こういうジャンルがあるんだなみたいな浅く広く学んでいく感じなんですけど、上級の作品もなんかガツンって入り込む作品もドカンドカンドカンってくるじゃないですか。あれがやっぱ楽しい。ちょっと重たい本、読みづらい本もいっぱい入ってるんで、最短3ヶ月って言ってるけどもう半年で資格取ったらもう超花丸印だと思う。で期間は逆に1年って区切ってるから、ちょっとね気合を入れて背筋正して頑張るぞ1年間でっていう気持ちで挑戦してほしいなと思います。あとねその上級を始めたら例えば1回だけ個人練習っていうか、こう面談っていう時間をそのプラン内でも料金無料で含んでいて、それは洗車マイスターの上級取得者がなんかこんな風に洗車するんだよみたいなこうテストの1個前のこう練習みたいなのに付き合う時間があります。だから安心してね、やってほしいし、でその後テスト受けて受かったらこちらをね洗車マイスターカードをお届けするんでもう始めてほしいなっていう感じでいます。テストは今のとこ萌乃さんです。そうだね、私が全員テストは私が受けたいなと思ってるんで、でもテストも今2人やったんだけど、面談は結構厳しめに細かくフィードバックすると、テストは本当にうまいみんな。私もありがとうってなる。ありがとう。で洗車マイスターって30冊同じ本読んだっていうもう素地があれば、あとは例えばミステリーが得意ですって言って、全然知らない本出してもいいし、私たちが恋愛小説が得意ですだったらそれ出してもいいしっていうので、みんなの持ち味を生かしてもらえると思うので、なんかみんな結構ね早速出してくるテストでも。そういいよね、楽しいのよめっちゃ。やっぱ本が好きで同じ本を読んでいるっていう関係性の深さがものすごくこう尊いなと思って、私はこれ別名お友達探しキャンペーンです。こんなことになると思わなかった。やりましょう絶対忘年会。ね、絶対忘年会をやりたいので、チャプターズの忘年会参加した人は上級頑張ってください。だから忘年会は絶対やろうと思ってるのも何人でもね。だから12月には取ってないといけないから受講中はダメ。取らないといけない。そう。だからみんな急がなきゃ。これがあれですね。入場券じゃないけど。そうっていうのでやりたいなと思ってます。新しいことを始めるのはねどんどん腰重くなるけど、なんか割とユニークなで始めやすい大人の習い事だと思うので、ぜひ受講をお待ちしてます。そんな感じかな。なんかある言いたいこと。最近なんかあった？最近なんかあった？特に発想が忙しいね。そうですね。ここ3往復ぐらいしたもんね、すごい時。腕ちぎれるかと思ったね。嬉しいゆる悲鳴が
ありがたい。ということで告知がだいぶ遅くなっちゃったんですけど、好評受付中です。はい。じゃあ気になった方はお待ちしてます。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね。あ、お店も待ってます。はい。はい。